皆さんこんにちは。メオチューブクラフトです。この動画ではこのようなコンパクトな財布の作り方を紹介します。スナップボタンを開くとこのような形になっています。この財布は上がポケットになっています。この辺りに1センチの仕切りがついています。ファスナーを開けるとここが小銭入れになります。実際にお金を入れてみましょう。2つ折りのお札と小銭を一緒に入れます。すると小銭だけが下に降りてくる仕組みになっています。お札を入れるポケットにこのようなポイントカードを一緒に収納することができます。仕切りはありませんが、空いているスペースにポイントカードを入れます。枚数的にはまだまだ入りそうです。裏面はシンプルなデザインになっています。こちらがスナップボタンの上、こちらがスナップボタンの下になっています。もう一度反対に返します。実際に持ち歩くときはここの位置に合わせて半分に折ります。ポケットの位置と小銭の底を揃えます。スナップボタンで留めて使うことができます。完成サイズはこちらになります。大変コンパクトで使いやすい財布になっています。ぜひ好みの布を用意して作ってみてください。それでは始めていきましょう。材料はこちらになります。ファスナー面の上、ファスナー面の下に来る布を用意します。11.5 センチ ×14 センチ、6.5 センチ ×14 センチ。表生地と裏生地を用意します。蓋になる面の布です。23センチ ×14 センチ。表生地と裏生地を用意します。12センチファスナーを1本、スナップボタンを1セット用意します。ファスナー面の上部を作っていきます。ファスナー面の上に来る布を用意します。表生地と裏生地を重ねます。半分に折って中央に印をつけます。小さく切り込みを入れておきます。動画では分かりやすくするため切り込みを大きく入れています。実際に切り込みを入れるときはできるだけ小さめにしてください。ファスナーの上部と下部にも印をつけます。半分に折ってそれぞれ切り込みを入れます。このように切り込みを入れました。表生地、裏生地それぞれを切り込みのある方を上に置きます。ファスナーを重ねます。切り込みと左右を合わせます。中表になるように表生地を重ねます。縫い代 0.5 センチで縫います。縫い始めるときはファスナーのスライダーを下げておくと縫いやすいです。押さえを上げてスライダーの位置を調整します。このように縫い代 0.5 センチで縫いました。布を開いてアイロンを当てます。裏に返します。こちらも布を開いてアイロンを当てます。もう一度裏に返します。縫い代 0.2 センチで縫います。スライダーの位置を下に下げておきます。押さえを上げてスライダーの位置を調整します。このように縫い代 0.2 センチで縫いました。裏生地も一緒に縫っています。表生地と裏生地の上部を縫い合わせます。布を中表の状態にします。
上部と左右をしっかり合わせます。縫い代1センチで縫います。縫い代1センチで縫うことができました。縫い代を開いてアイロンを当てます。横から布を表に返します。アイロンを当てて形を整えます。縫い代 0.2 センチで縫います。縫い代 0.2 センチで縫いました。ファスナー面の下の部分を作っていきます。表生地と裏生地を重ねます。半分に折って中央に印をつけます。ハサミで切り込みを入れます。中央に切り込みを入れました。切り込みが下になるように布の向きを変えます。ファスナーがついている生地を裏生地に重ねます。表生地を中表の状態になるように重ねます。中央と両端を揃えます。縫い代 0.5 センチで縫います。押さえを上げてスライダーの位置を調整します。縫い代 0.5 センチで縫いました。布を開いてアイロンを当てます。裏に返します。こちらも布を開いてアイロンを当てます。もう一度裏に返します。縫い代 0.2 センチで縫います。押さえを上げてスライダーの位置を調整します。縫い代 0.2 センチで縫いました。裏生地も一緒に縫っています。蓋がついている面を作っていきます。表生地と裏生地を中表の状態で重ねます。上部にカーブをつけていきます。角の丸みは好みでつけてください。私は半径3センチの円のカーブをつけます。縦3センチのところに印をつけます。横3センチのところも印をつけます。それぞれを線で結んで正方形を描きます。中央から3センチの位置に印をつけます。4箇所印をつけました。印を線で結びます。表生地と裏生地を重ねた状態で半分に折ります。線の上をハサミで切ります。このように切ることができました。ファスナーがついている布と裏生地を用意します。裏生地の上にファスナーの布を重ねます。下の位置を揃えます。縫い代 0.5 センチで仮縫いします。こちら側を縫うときはファスナーを少し開けておきます。位置を確認しながらゆっくり縫っていきましょう。0.5 センチで仮縫いしました。
表生地とファスナーがついている布を重ねます。中表の状態になるように布を重ねます。表生地と裏生地がずれないようにクリップで固定します。この辺りにポケットの上部があります。そこから1センチ下、この辺りに5センチの返し口を開けます。周りを縫い代1センチで縫っていきましょう。ファスナーの横を縫うときは金具とミシンの押さえが干渉しないように気をつけて縫っていきましょう。ファスナーを開いておきます。この辺りを縫うときは金具と押さえが干渉しないように気をつけてください。カーブのところは布を調整しながらゆっくり縫っていきましょう。縫い代1センチで縫いました。5センチの返し口を開けています。カーブのところに切り込みを入れます。もう1箇所も切り込みを入れます。このように切り込みを入れました。角を切ります。もう一つの角も切ります。このように角を切りました。アイロンで縫い代を割ります。ファスナーの横はできる範囲でアイロンを当てます。返し口から布をひっくり返します。ファスナーを開いて形を整えます。ピンセットや目打ちを使って角を整えます。返し口から布をひっくり返しました。上下の布を1センチずつ中に押し込んで形を整えます。蓋の部分も位置を整えます。アイロンを当てて形を整えます。縫い代 0.2 センチで縫います。蓋のところを縫う際は裏生地が表に出ないように気をつけて縫いましょう。縫い代 0.2 センチで縫いました。この辺りに仕切りをつけます。本体を半分に折ります。中央に印をつけます。1センチの幅で縫います。1センチの幅で縫いました。本体にスナップボタンを取り付けます。蓋
蓋の部分にはスナップボタンのヘッドとバネを取り付けます。小銭が入るスペースの裏面、この辺りにスナップボタンのヘッドと原稿を取り付けます。蓋の方から順に取り付けていきましょう。布を半分に折って中央に印をつけます。スナップボタンの位置は好みですが、上部から 1.3 センチから 1.5 センチの位置が良いかと思います。実際にスナップボタンを置いてみて印をつけます。印をつけたら目打ちで穴を開けます。ヘッドを表生地から通します。ヘッドにバネを取り付けます。このように指でパチッとはめられるスナップボタンを利用しています。もう1箇所スナップボタンを取り付けます。ファスナーを開きます。小銭入れの部分を上半分に折ります。ここが揃うように折ります。蓋を閉じるとこのようなイメージになります。この辺りにスナップボタンがつきます。位置を確認して印をつけます。ファスナーの中に手を入れて布を開きます。目打ちで穴を開けます。このように穴を開けました。裏生地にはスナップボタンのヘッドを取り付けます。反対側を確認します。ここにスナップボタンの原稿を取り付けます。指でパチッとはめます。以上でスナップボタンの取り付けは完了です。位置はぴったり合っています。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひ高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ヘッドにバネを、ここも目打ちで穴を開けます。あ、違うわ。